今回はジュエマのインフレの象徴、多くのデッキに採用され、デドダムマスターズのゆえんになっているディザスターデドダムを使用した、22年8月現在の環境デッキ6選を紹介したいと思います。殿堂発表により環境の変化が期待されてはいますが、現在までどれほどデドダムが活躍しているのか、18日に公式ツイッターで公開された入賞結果を参考に、使用デッキを紹介していきたいと思います。結論を先にお話しします。6選と銘打ちましたが公式分布のオリジナルデッキ32種中、15種にデドダムが採用されていました。ほぼ半分です。どうなっているんだ？これでは動画時間が大変なことになってしまうので6選に絞り、なおかつ各デッキの紹介は短くさせていただきます。これもデトダムの採用率の賜物です。それでは本編へ移ります。昨今はギャラクシーとの複合型など様々なハンデスがありますが、デドダム採用型といえばアナカラー、ベラドンナとジェニー、そして新規メタカードを多数採用し、有象無象との組み合わせによりあらゆる場面に対応できる、使い手の腕次第で全てを完封できるテクニカルなデッキになります。この色といったらデドダムというべきか、それともデドダムに合わせて作られたのか、間違いなく後者であろう。その性能はあまりに破格で、デッキのカード全てとシナジーがあると言っても過言ではないです。上から引いてもその圧倒的リソース力で、盤面に合わせた軽量クリーチャーを引き込みつつマナを伸ばし、1枚から2面展開するなんてことはザラにあります。最強呪文のダークネスにもつながり、なぜか蘇生元まで用意でき、自身も蘇生範囲内というシナジーの暴力、そして中盤で雑に使っても確実に次につながる安定性は、フィニッシャーの選択肢を広げ、ハンデスでは重い、7コストのフィニッシャー、クライマックス邪王釜で、無駄なくつなげることができるのは驚異的です。とても3年前のカードとは思えません。このチャンネルでも以前取り上げました墓地大化。つい先日殿堂発表により大打撃を受けたこのデッキですが、ここにもデドダムの影は潜んでいました。いえ、大々的に悪さをしていました。バルカディアネックスを墓地に落としデスマーチで墓地進化。そこへ落城でカード除去を行いバルカディアネックスだけを残す。再構築を悪用した恐ろしいコンボデッキでしたが、なぜかデトダムはこの一連のコンボほぼ全てに関与できます。確率は低いとはいえ、まずバルカディアを墓地へ落とせます。デスマーチか落城の足りないパーツを探してこれます。そしてマナを伸ばせます。盤面除去が乏しい、もしくは重いデッキに対しては、デドダムで生んだマナでデスマーチを出してターンを返すという、相手からしたら絶望の威圧プレイを堪能できるという謎仕様。カードを剥がす以外は全てこなせるまさに万能カードです。ここでもシナジーの鬼ですね。落城のキルターンは墓地を用意する都合上、どうしても4ターンかかってしまい、従来の構築では、2、3ターン目は墓地肥やしで終わってしまうことが多かったですが、こいつはなぜか見る枚数は据え置きでマナを伸ばし、後半戦でも腐らない安定感を生み出すことに成功しました。3年間殿堂入りしなかったことが不思議な性能です。対価ばかりしているデュエマですが、このデッキもなかなかに異色です。先日の殿堂入りで最も予想されていたカード、モモキングダム X。デッキ内の非進化レクスターズを1種類にすることで、確定ガチャを行った上で対価を行い、強力なカードを早期着地させる詐欺のようなデッキですが、ここにガイアハザードという超大型新人の登場で制圧力が増し、新世界秩序などのキングセルカードを採用することで攻守に長け、新規カードたちを集めた新時代の象徴的なデッキタイプですが、ここに古参カードが何枚か混じっています。それが召喚天霊と、皆様大好き天才デドダムです。どこにでもいますこのカードは。本来の動きはガイアハザードを敷いたモモキングダムに、召喚天霊を当ててにブーストしながらガイアハザードを出すという、凶悪な動きをするデッキなのですが、このデッキの場合、雑に出したデドダムに、雑に天霊を当てて3ブーストするだけでも、異常なマナ加速を実現し、大型クリーチャーにつなげられます。何にでも合いますね。塩か何かでしょうかこのカードは、2ターン目マナ加速、3ターン目デドダム転生で4マナ加速、4ターン目9マナ。従来のマナカーブを置き去りにしました。フェアリーライフ、フェアリーシャワーの、2、4、6ルートが遠く感じますね。なぜフェアリーシャワーより1コスト少ないのに、これほどの性能なのでしょうか。異次元すぎる性能です。他にも前述の通り、腐りにくく次に繋がる動きができるので、ビッグマナ系のデッキでも非常に優秀なカードです。
今月発売されたクロニクルダークサイドデッキゼロバースは、皆様ご購入されましたか？ゼイロンを強化する多くのパーツと既存の優秀なカードが再録され、非常に良いデッキとなっております。コンセプトとしては、軽量クリーチャーを展開して無限クライムと闇王ゼイロで、ゼイロンの儀式を進めて、一気に詰めるというデッキですが、この闇王ゼイロは以前から多くのデッキタイプが考案され、ゼイロンのないオリジナル環境でも猛威を振るっていました。オリジナル環境では強力なクリーチャーを早期に踏み倒し、エクストラウィンするか盤面を制圧するデッキタイプとなります。その中の一つ、というより多くの型でデドダムが採用されています。デドダムマスターズ。闇王ゼイロの効果は闇のクリーチャーを何でも踏み倒せる反面、手札と場を3枚ずつ要求するという非常に重たいものです。そんな無理難題をこなしてみせるのがデュエマ界のゴルゴ13。ディザスターデドダムです。3コストで盤面に残り蘇生先を探し、手札も補充してマナも伸ばせる。まさにパーフェクト。闇王ゼイロの難しい点を全てカバーしています。そしてこのゼイロの発動には墓地から1コストで出せる。ターボ超がを共に採用されますが、墓地対価のデスマーチと同じく、生み出した1マナで、落としたターボ超が出せます。ここで手札が残っていれば強引にゼイロを発動して、ゲームエンドまで持ち込むことができ、奇襲性に富んだ、非常にユニークなデッキとなっております。このデッキの完成度の高さに一役買っているのが、間違いなくデドダムです。要件を聞こう。デドダムが全て完璧にこなしてくれる。真打ち登場、デドダムと言ったらやはりこのデッキ。盤面制圧最強デッキ、デッドダムド。ここまでデドダムの強さ、汎用性の高さを紹介してきました。しかしそれは所詮、初動、リソース、中継ぎ。ちょっとした駒使いに過ぎませんでした。ですがこのデッキは違います。このデッキのデトダムは盤面除去とフィニッシャーまでしてきます。デドダムと同期のデッドダムドはマナ墓地手札から侵略でき、いつでも、どこからでも、デドダムを筋肉ムキムキマッチョマンに変身させることができます。そう、デドダムの真の強さは能力だけではありません。その種族、コマンドにも大きな意味があるのです。同期のデッドダムド以外にも、アダムスキー、レッドギラゾーンにブラックサイコと多くのカードの恩恵を受け、リソースを稼ぎ切って並んだ後にはフィニッシャーとして、一斉に襲いかかることができるのです。ただでさえ狂った能力を持っているのに、効果を使い切った後でもちゃんと除去しなくてはいけないのです。しかし除去をしてもダークネスなどの蘇生カードで使い回され、さらにリソースを稼がれるという隙のない二段構え。こちらは除去にリソースを割きたいのに、相手はリソースを稼ぎながら除去やハンデスを飛ばしてくる理不尽。まさに壊れカードを代表し、現代デュエマの顔とも呼べるのが、この天才デドダムでしょう。さらにこのデッキはシャッフの呪文封じや VV8 のエクストラターン。人によってはガイアッシュなど様々なカードを採用でき、個性豊かで多彩な戦術を駆使して相手を苦しめてきます。これもデドダムのリソース力とコマンドという種族があっての動き。1枚で全てをこなすこのカードの存在によって、現代デュエマは無限の構築を実現していると言えるでしょう。一つのカードを取り上げているだけなのに話のネタがつきません。正直ここまで話題に尽きないとは思いませんでした。デュエマといったら5文明が大きな特色になります。マナの色によって使えるカードが決まるデュエマでは、色の少なさはデッキのシンプルさを表し、色の多さはデッキの複雑さを表しています。中でも5文明すべてを使いこなす 5C コントロールは、デッキの構築難易度、プレイの難易度ともにトップレベルの、非常にピーキーなデッキになってしまうのが常でした。ですがここでも活躍してしまいます。デドダムが、これまでの通りデドダムはデッドダムドなどがいれば、序盤、中盤、終盤、まるで隙のないカードへ変貌します。そしてその汎用性の高さと選択肢を広げる強さは、5色すべてが選択肢となる 5C コントロールで、非常に強力なカードとして採用されます。もはや語る必要もないと思いますが、そのシナジーは素晴らしく、デドダム、ドラゴンズサイン、ザービクリカから始まる、4ターン目多面展開からのロストリソールは突破が難しく、デドダムが出ただけで次のターンには死刑宣告が一歩手前。メタを張ってもデドダムが稼いだ豊富なリソースで簡単に突破され、延命虚しく圧倒的なカードパワーでねじ伏せられる。大型に気を取られればなぜかおまけのように入っている。デッドダムドがデトダムに侵略して盤面を消してくる始末。5C 同士の対決では先にデドダムを出した方が勝つと言われ、デドダムこそ勝利の鍵であることを如実に物語っています。
唯一無二の性能で環境を席巻するディザスターデドダム。彼に代わるカードは何かと聞かれたらないと即答できるでしょう。それほどまでに壊れた性能をしています。デドダムマスターズと言われ誰が否定できるでしょうか。今回紹介できなかった他の旧デッキも含め、デドダムに支えられてるデッキは多くあると感じました。今回は、サムネにもなっているデドダムをテーマに、独断と偏見でノミネートしていきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。